はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回は11月の恋愛に特化した動画を撮ってみたいと思います。よろしくお願いします。もし今どなたかとお付き合いしているとか、パートナーがいるとか、気になっている人がいる、片思いでも、もしくは恋愛ではなくても、とても気になる、今揉めてる人がいますとかね、親でも子供でも、そういうどなたかとのパートナーシップを特化してちょっと見てみたいと思うので、誰か思い浮かべながら聞いてみてください。そして必ずしも皆さんに当てはまるわけではないと思うんですけども、参考になる部分だけ取り入れて、聞いていただければと思います。そしてもし今全く好きな人もいないし、誰もいないよっていう方もですね、11月どんな出会いがあるかなということで後半見ていきますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。ちょっと無言になるかもしれません。はい。ペンタクスの3ですね。なるほど。今やっぱりこうね、獅子座の皆さんっていうのは今年っていうのはもう本当に大きな人間関係の学びの時なので、いろんなことを感じたんじゃないかと思うんですよね。で、その中でこの11月前半はってた時に、今ちょうど金星という愛情とか、豊かさとか、美しさとか、お金とか社交性っていうものが恋愛のところをすごく応援してくれてるので、これはもう10月18日から12月の7日までずっとあるのでね、楽しめる時ではあるんですが、今その特定の誰かとの関係性っていうのを11月で見たときに、非常に可能性がありますと。なんかこう、種が育っていく、大きくなっていくっていうような、広がっていく可能性、増幅していく可能性っていうのがあるので、非常に今、ちょっとずつ向き合って、関わって、少しずつ絡んでいながら、ちょっと離れたりしながらも、でも絡んでいきながら、二人が、関わることによって生まれる可能性っていうものは広がっていますよと。なので、とてもいい関係だと思います。なんかこれはビジネス、もうまるで一緒にビジネスやるんですかって言いたくなるぐらい、何かが生まれていく、本当に価値あるものが生まれていく関係性なんだなって感じがしますよ。そして少し獅子座の皆さんは、いろいろその関係性において急ぎすぎたのかなっていう感じもあります。自分が一つずつ積み上げてきた関係性というよりは、まるで降って湧いたかのように与えられたものであり、このチャンスを、生かしたいという思いから、多少無理したというかね。でもね、ちょっと思うんですけど、今のこの関係性っていうのは、自分が努力したからうまくいくとか、そういうものじゃなく、もう宇宙の采配として、出会って関わっているものだから、自分がちょっとこうしたからダメになるとか、ああしたからダメになるとか、そういうものじゃないんですよ、みたいな感じで言われてます。魂と魂の結びつきとして、いい関係性として出会ってるわけだから、そんなに自分の行動というものに、頼りすぎなくて大丈夫ですっていう感じがしました。そして、相手は相手で考えすぎているっていう感じがします。獅子座の皆さんは獅子座の皆さん的には、もっとどうすればうまくいくんだろうとか、何をすればいいんだろうとか、できてないとか、そういう行動にエネルギーを焦点を当ててるとしたら、相手は思考にエネルギーを当てているというか、考えすぎている。いろんなことを考えすぎている。そして考えすぎているがゆえに、触れ合いみたいなものが少ないって感じがするんですね。若干考えすぎてるがゆえに、冷たく感じるみたいな感じもあるかもしれません。でも相手からしたらものすごい信頼感がもうすでにあるので、全然それは心配しなくていいし、今出てるのは11月っていうのはやっぱりなんだかんだ言いながら理想の関係性っていうものに近づいていってますよって言われてる気がしました。これわかりません。元々のそういう、タイプの人なのか、たまたま11月はなのかわかりませんけども、ちょっと先方の言葉数が少ないって感じがして、相手さんのね。で、それに対して、怒ってるのかなとか、ちょっと機嫌悪いのかなみたいな感じで、こちらはちょっと様子を伺って相手の出方を見るみたいな感じしてますが、別に連絡をまめに取ろうが、たまにしか取らなかろうが、
まずその関係性があるということ自体が奇跡であり、いいことだし、それは宇宙の采配であることなんだから、そんなに自分の行動を、いや、やっぱりああしとけばよかったかな、こうしておけばよかったかな、みたいに考える必要はないと。そして、どういう関係であれ、11月っていうのはお互いにとっていい形につながり直していくみたいな感じがあります。とてもダイヤルカナーで強いカードが出ているので、お互いの存在感みたいなものが強いのかもしれませんね。いいですね。たとえちょっとで嫌だなと思うことがあったとしても、でも存在感が強いんですよ。自分の人生の中でその存在感が強いってすごくいいことですよね。そんな感じがします。そして、対策として言われていることですけれども、ちょっとね、相手の方は、はっきりしたもの、例えば仕事の成果だったりとか、形ってあるものをしっかりと残していきたいみたいな感じがあるんですね。それに対して、自分の感情的喜びっていうのは二の次で、とにかく仕事を頑張ろうとかお金を稼ごうとかもそうだし、何かしっかりとしたものを、保証を作っていこうっていうような感じがあります。なので、それに対して、獅子座の皆さんは、応援するというか、理解を示すっていう感じがいいような気がしますね。相談に乗るとか、何かをしてあげるっていうことじゃないんです。ただそこにいる。そこにいて理解してあげる。受け止めてあげるとか、それだけでいいっていう感じです。そうね。本当に何かをあげるとか何かをしてあげるっていうわけではなく、獅子座の皆さんがそこにいる。それだけで、相手の人はいろいろ考えるけどまた我に戻る。でも、あだこうだ言いながらまた我に戻るみたいな形で、獅子座の皆さんの存在のおかげでことが収まるみたいな感じがあるので、何かをしてあげなくてもいい。そこにいるだけでいいっていう感じがすごくしました。いい関係ですね。ちょっとこんな感じで、次、これからどうなっていくかとか、どのような出会いがあるかっていうのを見てみたいと思います。もし何かしらね、ご感想があれば、言ってくださいね。いや、もうちょっと聞きたいですとかね。いや、わからないですけど。遠慮なくコメントはお待ちしておりますので、どんな出会いがあるのかね。またはすでにある関係性がどうなっていくのかっていうのを見てみます。11月全体です、これは。見てみますね。すいません。ちょっと無言になりますけど。そうね、ワンドの6、そしてカップエース、カップ4の逆、そしてカップページ、死神、そして、カップのナイト、ワンド10逆に、お月さんに、ペンタクス6、そして節制逆、ペンタクスキングと、女教皇逆と、カップの2と、ペンタクス7、オラクルは、ペンタクスのクイーン逆です。ちょっと全体的なイメージなんですけども、獅子座の皆さんが思っているほど人間関係悪くないです。なんか、皆さんに当てはまるかどうかわかりませんけれども、なんとなく、関係性っていうのがガラッと変わりそうな雰囲気があったと思うんですね。例えば遠く離れていたけど帰ってくる。もしくは、例えば単身赴任で遠くに行くとかもあるかもしれないし、絶対変わらないと思っていたものが、なんか変わるかもしれないみたいな、なんかそういう、なくなるかもしれないとか、離れるかもしれない、または戻るかもしれないみたいな、そういう大きな0か100かみたいな、そういったエネルギーの中にいたのかなって感じがして、それはってすごい人生の大きな転機じゃないですか。大きなことだけど、出会うとか別れるとかね。だけれども、カードで見る限り、この11月に関係はそんなに、それが揺さぶられることはないって感じがするんです。もうそれをある意味ちょっと超えて、それでもやっていけるよねとか、むしろ、やっぱり私たちの関係って意味があるよねみたいな感じでちょっと収まってる感じがするんですね。なのでそれはすごく喜ばしいことだし、お互いにその価値っていうのはちゃんと分かっているっていう感じが、するんです。で、その上で、じゃあどうなっていきますかっていうところなんですけど、または今、新しくこれから関係性が欲しいと思ってらっしゃる方にとっては、
ちょっと注意としてなんですけど、あんまり頑張りすぎないでください。新しい出会いが欲しいってなった時に出てくるのはこういったペンタクルズキングみたいな、ちょっと年配の人、もしくは経験値の高い人、しっかりしてる人、自分よりすごいなって思うような人だったりするんですよね。自分より年が上とかもそうだし、経験値も高いし、っていうような、なんか、ちょっと自分と、同じような感覚、友達みたいな感覚っていうよりも、わあ、ちょっとすごいな、みたいな、尊敬するもそうだし、っていう人と関わるきっかけが多いのかなと思うんですよね。で、そうなった時に相手に合わせようとして自分が無理してしまうとか、無理に頑張ろうとしてしまうかもしれませんが、無理しない方がいいです。さっきも言ったように、自分が何かその他者との関係をうまくやっていきたいがゆえに、無理をするとかどうこうしようっていうような関係じゃないみたいな感じがあって、そのままでいいんです、獅子座さんは、みたいな感じなんですね。なので、ただこの11月で出会いを求めている方にとっては出会いありますよ。特に火星がね、11月4日以降、獅子座に入ってくるので、そういう結構活発な人とか、男性のエネルギーが強い人とか、積極的な人と関わろうと思えば関われるので、自分が欲しいですって言えばそういうエネルギー入ってくると思うので、いいと思います。もうすぐにでも何かアプローチがあったり、いい言葉を聞いたり、やっぱり私って認められてた、みたいなそういった感じがあるので、とてもいいと思うんですね。でもそうなると余計にまた頑張らなくちゃとか、余計に認められるように頑張ろうみたいな感じになるかもしれませんが、そのままでいいっていうことを覚えておいてください。そして相手からのなんかエネルギーいいですよね。要するに、自分が何かをしてあげなくちゃっていうよりも、相手が獅子座の皆さんに何かをしてあげたいみたいな感じがあるんですね。で、すごく相手は話したがってます。なので、メールにしても、電話にしても、LINE にしても、コミュニケーションは取れると思いますよ。それによってとてもいい関係が築かれそうです、ここで。バランスが取れてます、とても。なので、ね、そんな全然思うほど悪くないよっていう感じがします。どうしようってかって、もし今ね、どうしようと思ってる方がいたら、いや全然悪くないですよ。素直な自分を見せてくださいと。そうすることによって、素直に、結び直せるっていう感じがするんですね。なので注意することとして言うと、獅子座の皆さんが頑張りすぎないっていうことでしょうか。相手に何かを奉仕しすぎないっていう感じでしょうね。とても仲いい、向こうからのアプローチなり、そういう問いかけなり、そういうのがすごく来そうな感じがあります。でもとても仲良くなるけれども、やっぱり別に人って年がら年中暇なわけじゃないし、11月なら11月の中でもいろいろ忙しい時も忙しくない時もあると思うので、途中でちょっと連絡が遅くなったりとか、前みたいなスピード感じゃないなって思うかもしれませんが、それはそれなんで心配しないでください。一番言われているのは、これですね。ペンタクスのクイーンということで、どっしりと椅子に座って、自分の価値っていうものを自分で見てくださいと。他者に認められる自分ではなく、自分の価値を自分で見てくださいと。その価値に人は寄ってきます、みたいな感じがあるので、いや、私全然自分に価値ないですよって言っていたとしても、他者から見れば、獅子座さんのエッセンスが十分伝わっているっていう感じがしますので、関係性で言うと、出会いはありそうな時なので、心を開いておいてねって感じかな。でも、なんかうまくいきそうな流れはあるんですけれども、でも気持ちは心配って感じで出ていて、相手の本心が見えないとか、もっと自分を喜ばせてほしいみたいな感じがあるかもしれないですけれど、実は、喜ばないように自分の感情をブロックしてるのは自分自身なんですよね。もっとこうでなければならないとかね。なので、いや、いいんですよ。そのままでいいんですよ。もっと緩くていいんですよ。みたいな、感じがしました。いかがでしょうか。ぜひ楽しんでください。せっかくだからね。ラブって出てるので。感情をシェアしたり、感覚をシェアしてくださいね。それがキーだなというふうに思いました。はい。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。もし、またね、12月はまたいろんな動画、来年のやつとかもね、アップしなきゃいけないんですけれども、もしよかったらまたもう少し違うカードも取り入れながらやってみようかなという気もしています。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。